皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。ドラコヤジです。今回はこちらですね、アドレス V100CE11A、これ初期の初期ですね。距離7000円じゃない7000キロなんですけどね、にわかに信じがたい。この車体はですね、某オークションサイトで、昔ね本当に不動車集めるのが好きでね、不動車直して遊んでたんですけどもね、その中の1台でもう全然手つけられずに、今まで来てしまいました。でこのアドレス V100 なんですけども、実はもう1台所有しておりまして、なぜかというと昔々 SS32 分の1マイルっていうスクーターのなんつうのかな、徒競走というか、そういったカテゴリーのレースがありましてね、それに何回か出場してた時の名残でね、予備のストックの車体ということでね、何台か揃えてたんですけどもね、そんな遊びをしてた残党が今になって邪魔だなということで復活させてみようかと思ってやっております。でまず初めに点火の方から、一応プラグの方はねそんなに汚れてるわけ、これ開けた記憶がないんだけどね、買ってきてそのままというか、とりあえず予備で持っておこうということだったんですけどね、もう各部ほんとね錆がひどい車体です。で無事に火花だなエンジンが動くのに大切な条件3つありまして、良い火花、良い燃料、良い圧縮と、その3つが揃うと、エンジンはかかりますというわけで、2番目、良い空気というか良い混合機ですよね。燃料と空気を混ぜ合わせるこのキャブレター、大体ここがダメになってる車体が多いですよね。でこの車体なんですが、キャブレター、これを止めてるネジがね全然違うネジでしてね、ちょっとね外すのドキドキしました。とりあえず貫通ドライバーで引っ叩いたら外れたんでね、良かったんですけど、でこのキャブレターちょっと三国のキャブレターなんですけど、変わった作りしてるんですよね。この横からケーブル入れて、こう前後にこのワイヤーで、スロットルバルブを開けるというか、なんでかっていうと、これ上下のクリアランスが全然ない車体なんですよね、アドレス V100 っていうのは。なのでね、こんなへんてこりんなキャブレターの形をしてまして、いいのか悪いのかで、この車体って結構キャブレターが改造するのにだいたいキャブレターを変える方、多くはないか、キャブレター変える方も多くはないな。キャブレター変えるのがちょっと難しい車体でしてね、インテークマニホールドから延長したこのパイプをつけてのキャブレターの装着みたいな形になるんですよね。なのでね、なかなかこれ改造が難しい車体だったんですよね。私がSS32 分の1に出場してた時は、エンジンを後ろ側に20センチぐらいオフセットさせて、いわゆる今でいうロンホイというかロン水というか、ちょっと車体を延長させてクリアランスを作ってキャブレターを大きいのに、その当時28パイだったかな、今32とか結構でかいのを使ってる方もいるんですけどもね、その当時は28パイが結構、京浜の28パイ PWK の28パイ突っ込んでましたね。記録は3単たるもんですよ。4秒フラットぐらいか、3秒台乗せられなかったという、素人ですからさて本題に戻りましょう。キャブレターの構造なんですけども、おおむねこの下のお釜というかお鍋の底みたいな、フロート室っていうんですけども、そのフロート室の中開けてみると、これメインジェットなんですけどもね、メインジェットとかパイロットジェット、スロージェット、メインジェットは主に走らせる時に使う、パイロットジェットというかスロージェットというか、いろいろ呼び名あるんですけど、そちらの方はアイドリングを安定させる、少量のガスを混合機に作るためのものでしてね、だいたいパイロットジェット、スロージェットの方が詰まってますよね。これもやっぱりスロージェット詰まってたんで、おそらくアクセルを若干上げないとかからないんで、多分前のオーナーが手放したのかなと思います。でかなり熟成が進んでおりましてね、フロートのピンが抜けないというで、とりあえずラスペネ付けにして、私はどちらかというとベルハンマーよりラスペネ派なんでね、古い人間なのでちょっとラスペネつけてちょっとしばらく放置しようということで、またフロートチャンバーを戻して、しばらく置きます。
まあちょっと浸透させます。余談ですが、どちらかというとさらに古い CRC556 ですまあフロートピンの方は、浸透させて、抜けないようだったら反対側からちょっと軽くひっぱたくかして、おそらく抜けるはずなんでね、その間に他の部分をちゃちゃとやっていきます。まずはオートチョークなんですけども、これ私当たったことないんだけど、ほぼ壊れた車体に当たったことないんですよね。これね、ちょっとオートチョークのね、根元が折れててね、後で根元といってもね、本体の、バルブの開閉に支障をきたすようなところじゃないのでね、後で接着剤かなんかで直しておきましょう。でも普通のキャブと違って、普通のキャブだったらね、上くるくるくるって回せばね、スロットルバルブなんかスポッて抜けるんですけどね、これねちょっとねめんどくさい。ネジで止まってて、横のピンというかバネのついたピンを抜くとスルスルと出てくるんですけどもね、ちょっとめんどくさい作りです。でこいつですね、このバネのついた変な部品変な部品っていうのかな、こいつを引き抜くとなんていうのかな、このアームがあって、それで押すというへんてこりんな作りで、ちなみにパーツリストの表記としてはシャフトアッシスロットルとなっております。パーツリストでいうそのシャフトアッシスロットルをスロットルレバーセットっていう部品でスロットルバルブをこう上下させるという、フォーストのキャブと違ってやっぱり直引きは直引きなんだけど、いろんなパーツを介しての直引きというか、なんか不思議な作りですよね。でようやっとスロットルバルブが取れました。でそのニードルジェットがついてるんですが、その先端の部分が少し茶褐色にねちょっと変色してたというか、汚れがついてたんでね、そこも若干なんていうのかな、燃料のカスというか、ガム状のスラッジというか、それがついてた後なのかなっていう風には見受けられますね。でそこら辺もやっぱり、汚れがついて燃料の流量が落ちてるのかなっていう部分も合わせて、ちょっとキャンベータークリーナーとかでちょっと洗っていくっていうような形ですね。今回の作業のメインとしては、フルレストア前のとりあえずエンジン始動確認みたいな形でちょっとキャブを軽く掃除するっていう形なのでね。でアイドルスクリューを外そうと思ったんですけども、なんかやったら硬いんですよね。固着しちゃってちょっと外せないんでね、ちょっと横着して、電動ドライバーで回そうとしたら思いっきりガタガタ舐めました。恥ずかしいなこれしかも気づいたかな、これ逆回りにしちゃったんですよ。恥ずかしいんで巻き戻して確認なんかしないでね。とりあえずねプライヤーで何回か回してるうちにね、手で回せるようになったんでね、ほぼほぼ外れかけなんです。ようやっと手で外れました。でどうなんだろうな、おそらくアイドルスクリュー自体は問題ないと思います。もしダメだったらなんぞかな、パッキンというか、ゴムのパッキンみたいなのあるんでね、そこだけ交換しようかなとは思ってますけどね。そのままいっちゃうかもしれないですフルレストアだったらね、それぐらい買えなさいよってね、多分50円100円だから買えるとは思います。はい、続きましてキャブヒーターの取り外し、こんなの遠見のスパナじゃねえやメガネでも何でもいいですわ。プライヤーでも下手すりゃ取れるんでね。で我が家でもね、作業にキャンプに大活躍してるこのペケ台の上をこのテクテクと歩いてるこの昆虫、このテーブルの上にねパーツいっぱい乗ってんだけどね、そこに住んでた住人でしょ、慌てて逃げ出しました。雲みたいですね。さてここまで来てキャブレーターヒーターも外れました。で残るは一等最初にフロートチャンバー、フロート室開けて、フロートのピンが抜けないということでね、ちょっとラスペネちょっとつけて、これ作業するのに1時間ぐらいかかったんですけどね、1時間ぐらい放置したんですわ。さあどうなってるでしょうか。どうでもいいけどドレン外してなかったんでドレン外します。ドレンボルトドレンボルトね、あんまり関係なくはないけどね、結構ねサビとか出てるキャブとかはこのドレンボルトの先っぽとかもサビサビで詰まってたりとかねするんでね、外して掃除も
あとこれ使えるようになるとね、油面の調整する時もねここで確認できここでというかね、そこから出てくる燃料でね油面の確認できたりとかするんでね、重宝しますわ。でこのアドレス V100 のフロートピンなんですけどもね、なんていうのかな、先の尖ってない釘みたいなこう頭がついてるやつなんでね、ちょっとそこの部分をこう精密のドライバー、マイナスの精密ドライバーでこう若干隙間空いてるところをちょっとこじったんですよね。そしたら微妙に浮いてきてくれたんで、それで運よく外すことができましたね。こんな感じでちょうどね入ってこじれるぐらいのね、あんまり負荷かけてね、このアルミの部分、これね鋳物だから結構折れやすそうなんだよね。怖いんだけど、何回もやってるけどここ折った記憶はないんでね、失敗はしないと思うんですけど、あとはもう力ずくで引っこ抜いちゃいます。はい、抜けた。よかった。でフロートに小判サメのようにひっついてる、これがフロートバルブですね。でこれ段が微妙なんですよね。もう微妙についてんだかついてないんだか、交換してもいいし交換しなくてもいいし、確かね予備スペア持ってたはずだから、気が向いたら交換し、どっちにしてもオーバーフローするようだったらね、ここは交換しないとな、ここが原因でオーバーフローするんだろうけど、とりあえず組んでから考えます。フロート室内はね若干アルミのこの白いなんていうのかな、錆というか、それが出てたぐらいでね、たまに開けてみるとね、もう紫じゃねえ緑色とねほんと茶色のね、なんじゃこりゃっていうようなねキャブもね結構ね遭遇してるんですけどね、今回はお上品な汚れ方でね、非常に助かりまして、どこまで掃除しようかななんて思ったんですけどね。これの後ぐらい、アドレス V100 の後ぐらいなんですけどね、結構ねスズキのちょい乗りにはまったことがあってね、もう何十代ってわけじゃないですけどね、結構ねその不動車でね遊んだんですけどね、なかなかすごい、もうほんとねえぐい汚れ方したキャブとかね結構見てきました。ほんとね初期の頃、ちょい乗りの初期の頃っていうのはオートコックじゃないんですよね。不圧コック使ったコックは後期型ぐらいから出てくるのかな、ちょい乗りも。なんでね、ほんと長期不動の放置車両のちょい乗りなんつったらほんとねすんごい汚れ方するのよね、キャブが。ほんとねもう見せてあげて、そのうちねでもね最近ねちょい乗りの生息数が激減してるんですよね。生産終了からかなり経ってるんでね、しょうがないのかなっていう部分はあるんですけども、お見せできる機会があったらちょっと動画にしようかなとは思っております。でね、我が家ではね台所でも作業場でも大活躍してるのがこのマジックリンなんですよね。ほんとねこれは重宝しますよ。もう本当に言うだけありますよね。しつこい汚れにマジックリンってね、本当にね実はねこれよく落ちるんですわ。これねもう20年以上前からもうずっと実はマジックリンパーツ洗うのにマジックリン使ってるんですよね。本当にねエンジンとかねめちゃくちゃ綺麗になります。うちはね皆さんねおそらくねちっちゃいボトルしか使ってないと思うんですけど、うちはね気合が違います。年季が違います。これです。じゃあ厨房ホール用洗剤マジックリンなんとかプラス 4.5 リットルですよ。これもうこれもねすぐではないな結構使います。小さいボトルはね何回か詰め替えるとねプシュプシュするねトリガーのところがね漏れてくるんですよね。なのでね定期的に変えるんですけども、ほんとねもう何本もでもねマジックリンのトリガーこれねすごくねよくできてます。あまり壊れない。他の洗剤なんかは1本使わないのにね壊れたりするんだけどもね、ほんとマジックリンのはねほんとすごいですよ。もうマジックリン神で、話はだいぶそれましたが、ボトルの裏にはね実はねこういうことが書いてあるんですよ。最近のボトルには書いてないんですけど、昔のボトルには使えないもので家具、畳、木の床なんていうのかな、水が染み込むもの、自動車ですがね、最近のボトルの裏にはね自動車って文字が消えたんですよ。その代わり亜鉛とか真鍮かな、それが記載されてます。
どっちに話それたんだろう。まあとりあえずまだ全然ね汚いんだけど、もう雑ですみません。そんなにね、とりあえずエンジンかかるかどうかのテストでね軽く洗っただけなんでね。でピンなんですがね、やっぱりまだ若干硬い。向かって手前型、そこがねちょっとね渋いのかな。ピン刺して壊したじゃないばらした順番に組み付け、順番通りじゃなくていいんですけどね、ばらしたものをまた元に戻していくっていう作業でね戻していきます。そうメインジェットとスロージェット、本当はねニードルもねつけたかったんですけどもね、今回はこの2つだけで、薬品これねヤマハのねスーパーインジェクション&キャブクリーナー、インジェクションって名前がついてるから買ったんだけど、前のねキャブクリーナーの泡のやつの前っていうか、前使ってたムースタイプというか泡タイプの方がね個人的には好きでね、並行じゃない、両方AZ のねキャブレタークリーナーもねちょっと使ってるんでね、両方に浸して使っております。使い方は簡単ですよ。至ってシンプル。ただぶっかけるだけで、あんまりにもね汚れがひどいようだったらそんなに高いもんじゃないんで、こんなのは買い替えた方が無難だと思います。で下手になんていうのかな、キャブ用のねこの細い針金のね持ってるんですけども、あんまりおすすめはしないかな。もう詰まってる箇所がね分かるときはねそこでちょんちょんってねつっつくのもいいけど、もうどうせなら変えちゃいましょう、お金出して。で大体ねこれでね溶けてくれます。大体溶けてくれますっていうか、結構漬け込んどけばねそこそこ綺麗になるんでね、それでね不具合感じたことがないんでね、私はこれをちょっと愛用しております。でサブ的に AZ のムースタイプの、キャブレタークリーナーを使っております。これね、これが悪いんじゃないですよ。私がケチってねこれのね高いやつもあるんですよ。それはちょっとまだ使ったことがないんですけども、ちょっとねオチがしょうがない。値段相応というか、価格の割にはいいとは思いますよ。でもはいはい、というわけでつけ置き洗いして、若干汚いのかなみたいな。で真鍮のブラシでねこすりゃそんなダメージないからって真鍮の真鍮でやっちゃいます私は。そもそもの話なんですが、なんつうかな、ジェットとかの表面に汚れがついてなければ、穴に詰まるってことは、剥離して穴に詰まるってことはないので、そんなにねナーバスになる必要はないと思うんですけど、気分ですよ、気分。ちょっと汚れてるより綺麗な方がいいかなって。どうせ綺麗にするなら本当にさっきも言ったけど買った方が早いですね。で表面的なものでね、要は穴のもう本当にね精密な穴なんでね、その穴が本当ちょっとした汚れでねちょっとね流れる量が減っちゃうとね、やっぱり不調になったりとかね、調子悪くなったりするんでね、外っ面はそんなに気にしなくてもいいと思います。気にしてゴリゴリやってるけどねちょっとね若干ね気になった部分があったんで、もう一回フォームの方で、つけ置きます。なんていうのかな、泡の方が密着性があるような気がするんだけどどうなんだろうね。そんなにねシャバシャバでパッてね乾燥するとかそういったねわけじゃないんでね、どっちを選択してもいいとは思うんですけどね。私的にはこの泡が好きです。で2回目のつけ置きなんですが、その間にフロートチャンバー、フロート室の、下のお椀みたいなところにチョーク引いた時に燃料を吸い上げるその入れ物というか、そこがあってね、そこがたまに詰まってると要はチョークが効かないような状態になるんでね、そこの穴のテストというかね、通ってるかをちょっとキャブレターパーツクリーナーでねちょっと拭いてみたりとかしました。長期放置の不動車のチョークが効かない理由のね結構な比率でね、その部分が詰まってたっていうのはねありましたね。特にちょい乗りだったんですけど、この日はね寒いわ風は強いわでね、部屋の中で作業すりゃよかったんですけど、もう紙も飛ぶわ本当に。紙ってペーパーの方ですよ、ヘアじゃないですよ。でもって摘出したキャブレターは文鎮代わりにして、いやこの紙が重要じゃなくてね、ほら散らかるとね散らかしちゃいけないよね。風で飛ばされたのね拾いに行くのもめんどくさいしね。さてそんな感じでね綺麗になりました。でパーツクリーナーでねちょっと穴通るか
まあエアーでやりゃいいんだけど、もうコンプレッサー引っ張り出してくるのもめんどくさいしね、もうパーツクリーナーで拭いて、通ってるでいいやみたいな、飛ばすものもないんでね、パーツクリーナーでやっちゃいますけど、2種類の、分ける必要はないんですけどね2種類結局使ったんですけど、2種類のねキャブレタークリーナーに漬け込んで、賞味1時間、トータルで1時間ぐらい漬け込みました。そこそこ取れたんですけどもね、細かい部分のねちょっと黒ずみっていうのまではねなかなか綺麗には取れませんでした。ですがね、ジェットとしてはね、スロージェット、メインジェットとしてはね機能してくれるのではないかと思います。でね、本来ならねジェット用のドライバーを使うべきなんでしょうけども、私はちょっとそんなに裕福ではないのでね、ちょっとジェット用のドライバーまで分けて買えないということで、普通のちょっと細いドライバー、マイナスのドライバー使ってたりとか、普通のドライバー使ってます。なんでかっていうと、専用の方が確かにいいですよ。っていうのはドライバーって平たい面テーパーがかかってて、若干斜めなんですよね。なのでジェット類を傷つけないようにも、このフラットな先端のキャブレターじゃないや、メインジェット、スロージェット専用のドライバーを使った方がいいですよ。私はそのうち変えたらいいなと思ってます。キャブレター本体の掃除も終わったんでね、あとはちょっと電気的なもののちょっと動作状況を確認していきます。で2ピンのカプラーがあればいいんです。2ピンのメスがあればいいんですけどね、ないんでね、もうカプラーから、ラインをちょっとひっぺがすというか抜きます。ちょっと細いもんこれね抜けるんで、爪でただ引っかかってるだけなんでね、私なんかは本当に精密のマイナスでねスポスポと抜いちゃいます。でこれ抜くことによってね、ちょっとね電力供給がすごく楽になります。でうちは電力供給の方はモバイルバッテリー兼ジャンプスターターにもなるという、そんなへんてこなものを使って電源としてるんですけどね、前はねそこそこ残量のあるバッテリーとかでやってたんですけどね、なかなかこれいいですよ。このモバイルバッテリーのジャンプスターター、安かったんですけどね、5000円ぐらいで買えたのかな。でオートチョークのバルブなんですが、この日はね結構寒かったんでね目いっぱいまで縮んでます。長さ測ってみたら、黒い、ホルダーの部分からニードルの先端までね 25mm ぐらいだったのかな。で今バッテリーつないで、どのぐらい伸びるのかっていうことをやってるんですけども、だいたい5分ぐらいで伸びきるのかな。ちょっと早回ししてますけども、ニューって伸びてるの分かるかな。結構伸びますね。長さとしてはおおむね 5mm から 8mm ぐらいなのかな。結構伸びますよね。1センチ近く、1センチまでいかないかな。でこれなんで伸びるかっていうと、もちろん電源が普通はバッテリー使うんですけど、12V のバッテリーの、電気で中でこう発熱させるんですよね。そしてその発熱した熱で熱膨張する、そのなんていうのかな、中の具が入っててね、それがこのバルブをこう押し上げていくっていうような形になってるんですよね。オートチョークのバルブの方は正常に動きました。今度は、キャブレターヒーター、キャブヒーターの方の、チェックをしていきます。これも電源 12V、 もちろんそうですよね。原チャリのバッテリーほとんど最近はもう 12V ですね。 6V の車種はほとんどなくなっちゃってるんでね。それで、ボディ側がもちろんアースなんでマイナスで、先端の方にプラスをつなげて、熱くなるかで、手袋してると熱さわからないんでね、ちょっと皮膚の柔らかいところ、熱さを感じるところで触るんですけどね、もうすぐ熱くなりますよこれ。はい、どっちとも正常に動いてます。ちなみにプラスマイナス逆でも別にどっちでも大丈夫です。曲線はないです。キャブレター側にはね、異常がなかったんで、もしこれが機能しないってなると、今度は本体側の配線、本体側のケーブルに異常がある場合もあるんでね、一応搭載させた時にチェックっていうのもまたすると
いいと思います。で取り付けなんですが、そんなバカ力で締めなければね、そのトルク管理する必要もないんでね、取れたら取れただし、そもそもねつける部分がアルミなんで、そんなバカ力で締めないように。で残るはアイドルスクリュー、こちらもついてた通りに組んでいただければ問題ないと思います。ちなみにアドレス V100 はアイドルスクリューにスプリングでワッシャー入れて、パッキン、そんな感じで組んでいきます。たまにですけどね、こうやって私みたいにこうやって車体をばらしたり組んだりして遊んでるとね、ごくまれにね部品が入ってなかったりだとか、組み付け違ってたりとかっていうのがね、ほんとごくまれにあるんですよね。そういう時のためにも、サービスマニュアルはちょっと高いんでね、サービスマニュアル買う必要はないんですけども、パーツリストぐらいはそんなに高くはなくね、どうなんだろうな、某通販サイト通販サイトじゃないな、某、フリマサイトだとか、某オークションサイトとかでね安く出てるんでね、そういうのを1個買うっていうのもねいいかと思います。最近はねほんと携行缶でガソリン買う時ってね結構大変になってきてますよね。ほんとねいろんなね迷惑なね、ほんととんでもない輩がねいっぱい増えてきた世の中でね、本当に私は行きつけのガソリンスタンドで入れてもらうし、車も車なんでね、そんなに難しくなく携行缶で買うことはできるんですけどもね。で今何をしてるかっていうと、ガソリンを混合ガソリンを作ってるところなんですよね。このボトルっていうのは、小さい図にエンジンオイルを入れて、で大きいボトルの方に、燃料を入れる。でその燃料を入れてから混ぜ合わせるという、そういう便利なで比率もこの横のメモリ見ながら1対1はもちろん無理だけど、20対1ぐらいから作れるのかな。その量によってこの比率を変えられるというすごい優れものです。これもね昔本当にSS32 分の1マイルの、レースをやってた時に買ったものでね、もう20年ぐらい前かなその20年近く前から使ってるけど、昔のものって本当プラスチックもね丈夫でしたよね。今のプラスチックなんかもう本当安いのか、混ぜもいっぱいしてんのかすぐダメになっちゃうけど、こうやって振るとこう混合ガソリンがっていうのはオイルポンプまだ確かめてないんですよ。動作確認してないので、オイルポンプが動いてなかった時のために初っ端の燃料っていうのは初っ端というか、オイルポンプ確認するまでは実は混合燃料を私使うんですよね。そういう風にしてるんでね、エンジンを焼き付かせる初っ端オイルポンプ動いてなくてエンジンを焼き付かせるってことはなくなってますよね。ちょっとおすすめです。その方がいいと思います。燃料硬化してんな。どうすんのかよ。OK と言っておりますが、実は OK じゃないんですよ。で今、キャブレターにつながってる不圧のホースから息を吸って、要はマイナスの圧をかけたんですよね。そしたら燃料の方は出てきたんですが、実は画像を見て分かる通り燃料が止まってないという。で不圧コックの戻りが悪いのかなと思って吹いて制圧圧力かけたんですけども、やっぱり止まらないんですよね。これは壊れてるというわけで、燃料がもったいないんでね、さっきの混合ガソリン作ったタンクに戻しております。非常に運のいいことに不圧コック実は予備1個持ってまして、それは大事には至らないというか、それ心配はしてないんですけどね。というわけでここまで、一応点火の確認と燃料の確認でキャブレターの、軽い清掃をして、あともう一つ圧縮は測ってないんですが、圧縮はどうせ組んだところでどうにもならないんでね、エンジン関係は、エンジンばらした時に一緒に全部やっていきます。でキャブレターの組み付けなんですが、スロットルケーブルこちらをねじ込んで、これはプライヤーでも軽く締めるだけで、そんなにきつく締めなくても大丈夫だと思います。でケーブルの先端にこの、ケーブルガイド、ガイドケーブルとなってますね。純正パーツリストの方では
それをこれまたパーツリストではシャフトアッシとなっております。スロットルのねシャフトアッシスロットル、こちらに組み付けていきます。でこのスロットルケーブルの組み付けで注意しなくちゃいけないのは、このケーブル変な癖つけちゃうと切れやすくなっちゃうんですよね。ちょっと1個2個切れてほつれてきて結局使えなくなっちゃうんで、無駄な出費にもつながるんでね、なるべく優しく、あんまり直角に折り曲げるような組み方はしないで優しくやってあげると、無駄な出費を抑えられるかと。ちゃんと組み付けできたようで、綺麗にスロットルバルブを上下してます。スロットルケーブルはねどうやら大丈夫そうですね。交換しなくてそのまま使えそうです。カバーをつけてインテークマニホールドに取り付けていきます。でキャブとマニホールドを固定するネジなんですが、これ特殊なネジ使ってるんで純正の部品で調達しちゃいます。どうせキャブのパッキンとか買うんでね、ついでに頼んじゃうんですけどね。これについてたのがね、ワッシャー付きの鍋ボルトなんでね、ちょっと微妙ですよね。で本来ノーマルのネジは8ミリ頭の2番のドライバーがぴったり合うボルトなんですよ。なんでねこれは注文しといて、来たら交換しようかなと。その他にもねこれネジかなり欠品してるんで、要所要所は純正使って、純正じゃなくてもいいなっていうのはホームセンターで似たようなネジを買ってきてつけようかなと、そんな風に思っております。純正で全部揃えたらね、ほんと中古車1台買えちゃうんじゃねえのかっつぐらいの金額になるんじゃないのかなとちょっとビビってるんでね。あとねこのマフラーなんですけども、この純正のマフラーなんですけども、サビサビなのはいいんですけども、それ以上にちょっと下ぶつけたかなんかでちょっとマフラー曲がってるんですよね。なのでちょっとこれは新しいのにしようか、車外の純正風なやつにしようか、それともちょっと修正できるんなら修正できるかと、ちょっとそこら辺は検討中です。でキャブから出てる2本の配線、キャブヒーターとオートチョック、これはまだとりあえずエンジン始動確認の段階なんで繋がないでそのままかけちゃいます。でこっち側の不圧のホースと燃料ホース、燃料は不圧コックがちょっと壊れちゃってるんで、ちょっとダラダラ垂れてるんですけど、そのまま刺しちゃって、で不圧は不圧で一応不圧のこれ一回確認をするのかな。この不圧のホースはまだキャブに取り付けて不圧が正常にかかってるかどうかの確認をしてないんで、今刺しちゃった燃料のホース刺しちゃったんだけど、一回抜いて、キックして燃料がちゃんと、出てるかどうかの確認をしていきます。アドレス V100 なんかはねアルミのマニホールド使ってるんですけどもね、ヤマハのスクーターなんかはねゴム製のマニホールドを使ってるんでね、意外とね亀裂入ってんの気がつかなくて、あれ不圧がかかんないなんていうそんなのね、ボンミスとそんなのねだって、そんなボンミスしたりとかもあるんですけどね。さて不圧コックの方はねまだちょっとね壊れててね、ダダ漏れ状態なんですけども、しっかりフロートのバルブが正常に機能してればねオーバーフローすることはないので、とりあえずこのまま一回エンジン、始動させる準備をします。でまたもう一回燃料タンクにもうほぼほぼ空になっちゃったんでね、燃料タンクに一回入れて、見ての通り燃料ホースからダダ漏れなんですけどもね、これはちょっと気にしないでおいて、でキックした時に燃料の方が勢いよく出ていれば、とりあえず不圧の方は作動してて、不圧のコックの方もちょっと締まりが悪いだけでね全く効いてないわけじゃないみたいなんでね、とりあえずその確認ということで、キックをするとこのようにもうジョボジョボ出てくるので、とりあえず、燃料コックとしては不完全だけど、まだまだ、なんとか、テストはできるってことでねこのまま続行しちゃいます。はい、というわけで燃料ホースと不圧のホースを、キャブレターに差し込みました。で、キックしてかかるかどうか、もうさすがですね、不圧のコックいかれてるだけあって、もうフロート室に燃料が溜まってるのか、諸枠確認というか、かかりそうな雰囲気ですよね。でもねちょっとキックしてみてね、ちょっと圧縮が弱いかなって感じしますね。あとちょっとカタカタ音、エンジンかかってる時のカタ
カタカタ音なんかね、金属音聞こえるんでね、これ1回エンジンシリンダーぐらいは開けた方が、腰上までは開けた方がいいのかなと、下手すりゃちょっとフランクいってんのかどうなのか、ちょっとそこら辺は分からないんですが、次のステップに進めるのではないでしょうか。さていかがだったでしょうか。今回はとりあえず、エンジン始動確認ということで、この汚い状況の中なんですけども、エンジンは無事始動できました。次回は、このアドレス V100 をどう料理していくか、今後も頑張っていい動画を作っていきます。よかったら高評価、気に入っていただけたらチャンネル登録していただけると励みになります。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ドラコヤジでした。